レタン、鹿鳴館って知ってるのだ。キラキラのドレスを着て毎晩ダンスパーティーをしてたおしろなのだ。僕もタキシードでビシッと決めて舞踏会デビューしたいのだ。ずんだもん、相変わらずお気楽ね。鹿鳴館はただのパーティー会場じゃないのよ。あれは明治時代の日本が国の未来をかけて世界に挑んだ壮大な国家戦略の舞台だったんだから。ダンスパーティーが国家戦略？どういうことなのだ？華やかな舞踏会の目的。当時の日本は大きな悩みを抱えていたの。それは幕末に外国と結ばされた不平等条約の改正よ。不平等条約？なんだか難しそうなのだ。簡単に言うと、日本にとってめちゃくちゃ不利なルールのこと。例えば日本で罪を犯した外国人を日本の法律で裁けない治外法権、それから外国からの輸入品にかける税金、つまり関税を日本が自由に決められない関税自主権の欠如、この2つが大きな問題だったの。それじゃあ日本が全然儲からないし、悪いことをした外国人もやりたい放題なのだ。ひどいのだ。その通りよ。だから明治政府は何としてもこの不平等な条約を改正して欧米列強と対等な関係になりたかった。そのための秘策として外務卿だった井上馨が考えたのが鹿鳴館を舞台にした外交、通称鹿鳴館外交なの。日本の欧化政策。外交って普通はもっと真面目な会議室とかでやるものじゃないのだ。なんでダンスホールだったのだ。井上馨はこう考えたのよ。欧米諸国が条約改正に応じてくれないのは日本を法律も文化も整っていない野蛮な国だと思っているからだ。ならば日本が彼らと同じくらい文明的な国だと示せばいいとね。なるほど。僕たちもこんなにおしゃれでイケてるんだぞってアピールする作戦なのだ。そういうこと。そのために当時の最先端の建築技術で作られた鹿鳴館で毎日のように舞踏会やパーティーを開いたの。夜会ではフランス料理が振る舞われ、ビリヤードやトランプに興じる部屋もあったわ。日本の政府高官やその夫人たちは慣れない様相に身を包み、必死で社交ダンスのステップを覚えたのよ。すべては各国の外交官たちに日本はこんなにも西洋化した文明国ですよと見せるためのパフォーマンスだったの。うわぁ、なんだかけなれなのだ。でもキラキラしてて楽しそうでもあるのだ。批判と外交の結末。でもね、この政策は国内外から多くの批判を浴びることになるの。国内からは中身が伴わない上辺だけの真似事だ、日本の伝統をないがしろにしている、税金の無駄遣いだと散々な言われようだったわ。確かにいきなり外国の真似をしろって言われてもみんな戸惑うのだ。それに肝心の欧米諸国の反応も冷ややかだったの。猿真似だと陰で笑う外交官もいたくらいよ。彼らは鹿鳴館の豪華なパーティーを楽しみはしたけれど、それとこれとは話が別とばかりに条約改正の交渉にはなかなか応じてくれなかった。そんな頑張ってダンスしたのに全然効果がなかったのだ。決定打となったのがノルマントン号事件よ。イギリスの船が沈没した時、船長たちが日本人乗客を見殺しにして自分たちだけ脱出したのに治外法権のせいで軽い罰で済んでしまったの。この事件で国民の怒りが爆発。上辺だけの欧化政策ではダメだという声が日本中に広まって井上馨は辞任。鹿鳴館外交は事実上失敗に終わったの。失敗は成功のもと。そんな、じゃあ鹿鳴館でのパーティーは全部無駄だったってことなのだ。いいえ、一概にそうとは言えないわ。確かに井上馨のやり方は直接の成果にはつながらなかったかもしれない。でもこの必死のアピールがあったからこそ世界は日本という国を意識し始めたの。そしてこの失敗という大きな教訓があったからこそ日本は次にどうすればいいかを学ぶことができた。失敗から学んだのだ。この後日本は法律や制度を近代的に整えることに力を注ぎ国力を高めていくの。そして鹿鳴館外交の失敗から約10年後、ようやく治外法権の撤廃に成功するのよ。鹿鳴館のきらびやかな舞踏会は不器用ながらも世界へ踏み出そうとした明治日本の青春時代の1ページだったと言えるのかもしれないわね。なるほどなのだ。ただのパーティーじゃなくて日本の未来をかけた必死のダンスだったのだ。なんだか胸が熱くなるのだ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や
他の動画も見てみてね。